皆さんこんにちは。めいやです。少しご無沙汰になってしまいましたが、いかがお過ごしでしょうか。指具合はどうですか。先日テレビを見ていて CM でふっと耳に留まったものがあり、ヘバーデン結節に効くのかなって思うものを見つけたので、ちょっと買ってみてご紹介したいと思います。それはこちらです。指ケアというもので、こわばりや痛みで手指が動かしにくいといった時にどうも効果がある漢方薬ですね。こちらは漢方製剤って書いてあります。これを早速買ってみて、でどんな風に効くのかなって、何が入ってるのかなというものをちょっと調べてみました。というのも、もしこれがね、ヘバーデン結節の痛みに効くのであれば、これはすごくいいなと。しかも漢方薬なので、なんとなく漢方薬って安心安全というか、副作用がないのかなというふうに、ちょっと私の勝手な主観ですが、そう感じているので調べてみました。どんな成分かは、桂枝果実舞踏。漢方薬にお詳しい方はおなじみなのかもしれないですね。8種類の生薬から成り立っているようで、こちらです。経皮、芍薬、体操、白術、伏量、小胸、肝臓、不始末。手足が冷えてこわばることで起こる関節痛や神経痛への効果があるようです。見た目はよくある漢方薬ですね。小林製薬会社さんのホームページを見ると、血流促進、鎮痛、抗炎症。この3つの作用によって手指をスムーズに動かせるようになり、痛みに対処することができると書いてありました。この指ケアの関節への効き目のサインは、手や体が温まる感覚があることですと記されていました。指の関節にある軟骨と関節液に作用するそうです。私の解釈となりますが、指先までの血流が良くなることで、指がスムーズに動かしやすくなり、関節液も動かされ、軟骨が弾力を取り戻して痛みが軽減する、そんな作用かなと思いました。私がヘバーデン結節を発症したのが3年前の3月でしたが、指先が冷えるとズキズキしていました。指先の血流を良くするという点では効果的かもしれませんね。で、こちらはですね、全部で18本入っています。で、1日3回なので、なんとこれ6日分しかないんですね。で、6日分でこちら私いくらで買ってきたかというと、杉薬局で購入してきましたが1600円でした。1600円が6日間ということは1日260円くらい。6日間で手指のこわばりや痛みが消えるのであれば、安いのか高いのか、それはその人その人の感覚となるのかな。指ケアの成分と効能を見たとき、経費が入ってるんだ。経費って確か
シナモンと思いました。ずいぶん前に話題になりましたよね。シナモンを食べるといいって。シナモンには健康と美容に効果的な効能があるとかっていうやつ。末端、指先の血行促進に期待ができます。毛細血管を強化する効果があり、傷ついた毛細血管の修復がスムーズに行われるそうです。毛細血管は加齢とともに細く縮れていき、先端から短くなっていくそうで、ということは末端の指先には血液が促されにくくなりますね。そういったことも踏まえて、私は毎日シナモンを食べています。昨年11月から食べているんですが、ヤフーショッピングで買っています。セイロンシナモン 70g で880円。セイロンシナモンはスリランカ産。漢方薬に使われる生薬の経費は中国産。原産地の違いがありますが、シナモンにも血行促進の効果があります。それでは毎朝欠かさず食べているシナモン摂取法をご紹介します。豆乳、フルーツ、そして幹。見た目が良くなくてすみません。玄米幹です。何でも良いので生のフルーツ。この日はキウイとスイートスプリングという柑橘です。ここに玄米幹を3杯、豆乳、そしてシナモンを3振りくらい、そこに黒練りごまと白練りごまを小さじ1くらい、シナモンを入れるようになりまだ4ヶ月くらいですが、なんとなく今年は足先と指先の冷えを感じないような気がしますが、気のせいかな。皆さんの中にもシナモンを摂取している方いますか？毎日のルーティンのように必ず摂っているものは何ですか？ヘバーデン結節を完治し再発なくいられるのは、栄養素をきちんと食べ続けているからと思っています。栄養素を取り入れてのさまざまな疾患の治療法は即効性はないものの、長いスパンで行えば体質改善ができて必ず結果がついてくると思います。長く続けるには経済的なことと添加物の有無もとても気になります。ということを加味しつつ、毎日摂るものはお得サイズの方が経済的だなと思います。これからヘバーデン結節の改善に役立ちそうな料理を作ります。よければ見ていってください。キンパとチャプチェです。韓国料理はとても好きです。ごま油とニンニクがよく使われるので食欲をそそられます。ヘバーデン結節や更年期に欠かしてはいけない栄養素の一つ、タンパク質ですが、3年間毎食摂り続けています。酒、醤油、てんさい糖、豚ロースをすき焼き味に仕上げます。
ほうれん草、人参のナムル、そしてきんぴらごぼう、豚ロースとキムチ。皆さん、エビってすごいんです。エビに含まれるタンパク質量は鶏胸肉に匹敵する量です。しかしカロリーは鶏胸肉よりも低く、糖質と脂質が少ないという嬉しい食材。さらにと驚いたのは、ビタミン E の1000倍以上の抗酸化作用があるそうです。その成分はアスタキサンチン。まだまだあります。更年期に重要なカルシウム。殻や尾っぽに多く含まれています。今日は殻と尾っぽを剥いてしまいましたが、全体を無駄なく食べるのがいいですね。塩茹でしておきます。この赤くなる色素がアスタキサンチンです。チャプチェのタレ作り。この味付け、とても美味しく仕上がります。韓国春雨 100g に対してのレシピ、ご参照ください。韓国の春雨はさつまいもでんぷんで、日本のじゃがいもでんぷんより微妙に糖質が少なく、炒め物に適しています。きのこも優秀食材。丈夫な骨を作るのに大切なビタミン D です。ヘバーデン結節を発症した時に知ったきのこの効能です。お塩を少しなじませておき、春雨を入れる前にタレを少し絡めておきます。ヘバーデン結節やブシャール結節、母子 CM 関節症、どれも嫌な痛みが続いたり、他の指にも及んだりしていく疾患ですね。見ていただいている皆さん、今どんな感じですか？痛みありますか？どんな食生活や生活環境でしょうか？この疾患は原因が明確ではないですが、加齢とともに誰もがなってしまう老化現象ではありませんね。それに食生活が悪くても
ならない人もいます。関節や軟骨が未熟なままだと発症してしまうような気がするんですが、砂糖がいっぱいのお菓子や体を酸化させる油は極力避け、栄養素をとって末端まで運ばれるように血流を良くして、筋肉が固まらないように適度に手や体のストレッチをしていれば、痛みは早く消え再発しないと思いますが、どうでしょう皆さん。話は変わりますが、ずっと欲しいと思っていたしいたけが栽培できるキットがドン・キホーテで780円になっていたので買ってきました。ヘバデン結節を発症した時から毎日食べてるキノコ類なので、これで楽しみながらビタミン D も摂取できそうです。今日は長い動画となってしまいましたが、ここまでお付き合いしていただいた皆さん、ご視聴ありがとうございました。